人は自由であるべきだ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、さあ始まりましたね。今日はね、安楽死は絶対必要である、安楽死は絶対必要である第13弾ということでね、お送りしようと思いますけれどもね。そう安楽死ね、もう安楽死は絶対必要である。安楽死制度っていうものはね、もう世界10カ国に今ね認定されておりますから、もう一番現実的なね、世界を滅ぼすチャンネルとしてもやっぱり一番現実的な問題として取り扱ってまいりましたけれどもね、いいんじゃないですか。そういいんじゃないですか。そうね、私たちは今ね、税金で苦しめられ続けていますね。五公五民ね、国が半分を持っていきますね。いろいろなさまざまなね税金、なんで税金から話し始めるんだ。いや、それが大切なんですよ。税金、いろいろなシーンでね、消費税をも含めてね、いろいろ持っていかれますよね。江戸時代の五公五民よりもね、四公六民、三公七民になりつつありますね。まあそれもね、お金に縛られるっていうことがね、すでにバカバカしいんですけれども、まあ、国家をね支えるね、我々奴隷としてはね、まあ多少はインフラがないとね大変ですから、しょうがないところもありますけれどもね。まあそれにしてもね、あれですよね、結局のところね、あんまり言いたくはないですよ。我々も、私なんてもう老人の域ですけれどもね、老人を生かすためにね、いろいろな税金が使われているっていうのが政府の言い訳なわけですよね。これはね、私は言い訳だと思ってます。そう、言い訳なんですよ。老人福祉国民皆保険のためにね、税金が多数必要であるね、言い訳ですよね。上級国民のために資金を流用しているさまざまな業界に、お友達に、またはアメリカとかね、諸外国にお金を配るためにね、そう我々の血税をねばらまいているという側面、それが言い訳なんじゃないのかなと思っております。それが本当は真実じゃないですか。なんでこんなことを話すかっていうとですよ、じゃあ社会保険料がねバカ高だから、めちゃめちゃね財源がないから、だからお前たち奴隷国民、9割方の奴隷国民たちから税金を取るんだって言い訳をしているのはなぜかというと、それは老人が多いからですよね。少子化問題ね、老人が多いからだ。でもね、我々氷河期世代が多いからだっていうのは言い訳なんだと思いますよ。結局ね、安楽死がなんで必要かって言えば、じゃあ安楽死制度をね、日本のこの北海道から沖縄まで離島も含めたもう隅々に行き渡らせればいいじゃないかって話ですよね。そう映画にもなりましたけど、75を過ぎたら安楽死というねプランがね、制度がありますよっていう世の中にすればいいじゃないですか。
いや75は映画ですけど、私は60でいいと思いますけれどもね。60からね、そうもう私もねいい年なんでね、いろいろガタが来てますからね、どう考えたってもう60からでいいと思いますよ、安楽死なんてね。いや全世代で行うべきでもありますけど、まずね、老人の社会保険料がとかね、国民皆保険がとか言うならね、医療費がとか言うならね、全世代に向けてね、安楽死制度を設けるのは当然のことですしね、税金をね言い訳にするんなら、そうね、老人に早く死んでくれみたいなね、そんな言い訳をするんなら、じゃあ安楽死制度を導入すればいいだけの話じゃないですか。そしたらね、僕が老人に死ねと言ってるんじゃないですよ。そういう安楽死制度を導入すればね、半分ぐらいの人々はもういいかってね、少なくとも削減されるわけでしょ。でもね、税金変わんないと思いますよ、正直なところね。変わんないと思いますね。税金が下がることはないでしょうね。5公5民ね、6公4民7公3民ってどんどんエスカレートしていくと思いますね。だもんでね、安楽死制度が絶対必要だっていうのはですよ、政府の欺瞞、日本政府の欺瞞をね欺くためにもね、暴露するためにもね必要なんじゃないのかな。だからこそ絶対必要なんじゃないのかな、安楽死制度はね。我々だってそうじゃないですか。若い人だってね、精神的に病んでみたりとかね、病気で立ち行かなくなってみたりとか、または私のようにね、全くのね、ネガティブマンとしての人類は滅ぼすべきである。じゃあ私から先に行かせていただきますっていうね、人々のねニーズ、需要に応えるという意味合いにおいてもね、絶対必要ですしね。そうやってね、税金のね使い道がなくなればね、そう税率は下げるべきなんですから、それをやってない時点でね、欺瞞ですよね。嘘です。嘘偽りですよね。というね、そういう政府の欺瞞をねあらわにするという観点から言ってもね、そう安楽死制度は今すぐ導入してね、試してみる価値があるんじゃないのかというお話ですね。安楽死制度は絶対必要である第13弾としてね、そう上級国民または富裕層たちの欺瞞をね暴露して世界をガタガタにするためにもね、安楽死制度の導入というのは国民みんなでね、一人一人がね叫んでいくべき時代がようやく到来したということをねお知らせしたくてね、そう第13弾としてね取り上げてみました。そうね、老人の医療費がとかね、国民皆保険がっていうね、そんなこと言うんなら安楽死制度を導入してね減らせばいいんですよ、ね。減らせないということはそういう薄汚い連中に金が渡っているというねことをね皆様にお知らせしたくてね、ということですね。そうなんです。まあね、もういろんな観点から安楽死制度が絶対必要だっていうことを言ってきましたけれどもね、必要なんですよ。反出生主義の観点から言ってもね、もううんざりしている人は山のようにいますんでね。山のようにいます。そういう観点から言ってもね、
安楽死制度は絶対必要です。しかもですよ、これのいいところはですよ、やっぱりこうね、我々のようなね、こう非常に賢いネガティブ民がね、消え去ってしまえば、人類の中から消え去ってしまえばですよ、とてもアホなね、ポジティブ民しか残らなくなるじゃないですか、遺伝子的にもね。そういう考えのね、人類がばっかり残ってしまえばね、早かれ遅かれ滅びるし、アホですからね。アホですから。アホしか残らないということは、いろいろな技術がね、継承されなくなったりとかしますからね。ざまあみろって話ですよね。そうなると、アホな奴らはきっとね、核の運用すらおぼつかなくなってね、核戦争を始めて勝手に滅ぶんじゃないのかなっていう観点から言ってもね、またはバイオレンスしか残らなくなるんじゃないのかね。修羅の国だらけに世界中がなればね、ネガティブ民たちがいなくなってね、そうすれば世界が滅びるのもね、1秒でも1分でも早くなればね、それは人類全体の幸福につながるんじゃないのかなという観点からもね、安楽死制度は今すぐ導入して絶対に必要であるっていうことをね、ここでネガティブマンね、世界40億人の方が見ているね、登録チャンネルね、ネガティブマンチャンネル、世界を滅ぼすチャンネルで言っていきたいと思います、ね。安楽死制度は絶対に必要であるね。ということでね、皆様のいつも隣にいますよ。苦悩し悲しみに暮れる人の肩を抱きながらね、隣にいます。それではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも世界が滅びますようにね、滅んでしまえばね、苦悩する人は一人も生まれることはありません。ネガティブマンでした。